こんにちは、みゆです。スペインといえばバル天国ですが、中でもセビリアは本当に危険な街です。なぜなら、歩けばバル、曲がればバル、気づけばビール片手に昼から飲んだり食べたり。今日は私が夫と出会い、少し住んでいた街セビリアのお気に入りグルメスポットをご紹介します。正直に言うと美味しくて雰囲気も最高なバルはたくさんあるんですが、今回は私が実際によく行っていた友達を連れて行ったお店を6軒ご紹介します。まず最初に紹介するのはマヌハラ。こちらは中心街から川を渡ったところにあるトリアーナ地区のパンとケーキ屋さんです。スペインなのにちょっと意外なんですが、ここはフランス系のベーカリー。スペインのベーカリーじゃなくて申し訳ないんですが、ここのケーキとパンがとにかく美味しいのでおすすめです。私はよくここでクロワッサンやパンオショコラを買っていました。フランス人の友達もみんなここは本当に美味しいと絶賛していたお店です。今回もパンオショコラを一つ買いました。私のトリアーナのお気に入りのお店マヌハラのパンオショコラを食べています。甘さとバターのバランスが良くて上品な味です。次に紹介するのは同じトリアーナ地区にあるティピコです。ここはセルフサービスのバルでカウンターで注文して自分でテーブルまで運ぶスタイル。実は私この近くに住んでいて、たまにタパスを食べに来ていました。タパスとは小皿に盛られた少量の料理のことで、いろんな料理を少しずつ楽しめるのが嬉しいところです。料理の種類もいろいろあって、どれも美味しいのでおすすめです。今回は豚ほほ肉をじっくり煮込んだカリジャーダとイカスミを使ったお米料理、アロスネグロを注文しました。他にも豚のリブ肉をじっくり焼いたコスティージャやリゾットもおすすめです。次に紹介するのは夫のお気に入りのバルカサマノロです。中心部から少し北にある聖母マリア像が有名なマカレナ教会の近くにあります。セビリアではよくあるスタイルなんですが、ここはバルエリアとレストランエリアが分かれていて、レストランでは大皿料理しか注文できません。もしタパスを食べたい場合は私たちのようにバルエリアに座る必要があります。ここのタパスは提供も早くコスパもいいので気軽に利用できるのが特徴です。私のお気に入りは小さいイカのフライチピロネスです。夫はブルーチーズソースがたっぷりかかった豚肉のステーキソロミージョアルロケフォルトが大好きです。そして最後にスペイン南部の定番料理でもある冷たいトマトスープサルモレーホを注文しました。爽やかでオリーブオイルの風味を感じるシンプルだけどとても美味しい料理です。次に紹介するのはちょっと贅沢にゆっくりご飯を食べたい時に行っていたレストランサンマルコ・サンタクルスです。実はここは夫にデートで連れて行ってもらった場所で、友達が遊びに来た時にも一緒に行きました。おすすめポイントは何といってもこの素敵な内装です。アラブ時代の浴場跡を改装した建物なんです。セビリア大聖堂の近くにありますが、中に入るととても静かで落ち着いた雰囲気です。イタリアンレストランではあるのですが、スペイン料理も楽しめます。ここはパスタがとても美味しいですし、夫は牛テール煮込みのラボデトロが大好きなんです。Are you excited? I didn't think we would order a full course. 今回は少し贅沢にコース料理を注文しました。お皿ごとにワインがついてくるコースもあったのですが、さすがに飲みすぎになりそうだったので、今回はワインなしのコースにしました。まず最初に出てきたのがフォアグラとジャム。濃厚なフォアグラと甘酸っぱいジャムがカリカリのパンとの相性が抜群でした。It's really good. 次に出てきたのが2種類のソースでいただくラビオリ。イタリアンレストランだけあってパスタの食感がとても良く、ソースがとにかく美味しかったです。一つはバジルソースだったのですが、もう一つのソースは分かりませんでした。聞けばよかったですね。 You had a bit more sauce than me. But I can't tell what sauce this is. Do It's you like a know? pumpkin thing. Squash? Kind of. I think. 次に出てきたのは白身魚に濃厚なパプリカソースがかかった一皿。下には茹でたじゃがいも、上にはカリカリに揚げたじゃがいもが乗っていて、少しスペインらしさを感じる料理でした。Wow. It's really good. ここでお口直しにレモンのシャーベットドリンク。クリーミーですが爽やかで、これもとっても美味しかったです。そしてここでも出てきたのは豚ほほ肉の煮込みカリジャーダ。高級なシェリー酒を使っているそうで、とても丁寧に作られているのが感じられました。It's wiggly.
It literally melts. うまい。今まで食べたカリジャーラの中で一番美味しかったかもしれません。 It does melt, doesn't it? I told you. そして最後に出てきたのがティラミス。私には少し甘めでしたが、夫はとても満足している様子でした。これで全部で46ユーロ。少し奮発しましたが、ここの料理は何を頼んでも美味しいのでおすすめです。次に紹介したいのは、私たちがセビリアに来たら必ず行かずに帰れない場所です。フェリア通りにある市場メルカード・デ・フェリアの中にあるバッラ・カンティーナです。ここは地元の人にもとても人気のお店で、スペインのお昼ご飯の時間になる前に行かないと席を見つけるのが大変難しいです。日本人からすると普通の時間ですが、12時ぐらいに行くと座れるかもしれません。タパスは一皿だいたい 3.5 から4ユーロぐらいでリーズナブルです。私たちがここで必ず食べるのが小さなタコの足、プルピートス。他にもサメ肉を酢でマリネして揚げたアドボやイカフライ、エビ、アンチョビのフライなどどれも新鮮でとても美味しいです。ただ注意していただきたいのは市場なので日曜日と夜はお休みです。最後に紹介するのは夏は40度を超えることもある灼熱のセビリアで欠かせないデザート、アイスクリームです。もちろんアイスクリーム屋さんはたくさんありますが、私が好きでよく行っていたのがボラス・エラドス・アルテサノスです。セビリアにいくつか店舗があるチェーン店です。一つ一つの味にこだわりを感じるお店でとても美味しいです。アイスクリームが大好きな甥っ子も大満足でした。チーズとイチジク、チョコレートの砂糖が入ってないけど美味しい。濃厚、美味しい。以上、私が実際によく行っていたセビリアのお店6選でした。少しでも食事の参考になったり、スペインにはどんな料理があるのか知っていただけていたら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もしていただけると励みになります。それではまた次のビデオでお会いしましょう。